は四国メタンです。今日は東京在住の森迫がいわきまで行ってきたのだ。重大告知もあるから最後まで見てね。今は朝の8時前なのだ。いわきとはいえ18時キックオフなんだからゆっくり見たいのだ。今回のいわきアウェーは観光も兼ねてるからディープな回になりそうよ。ってことは試合前にどこか行くのだ。この特急列車で泉駅に下車してブラブラしてから湯本駅に行ってサッカーの試合を見るわ。試合終了が20時だからいわき駅近くのホテルで1泊するわよ。ってことはいわきのアウェーも山形アウェーと同じく1泊するのだ。それから試合日翌日も投稿者が一度行ってみたかった場所があるみたい。泉駅に到着したのだ。東京駅から2時間で着いたわね。てかここは何県なのだ。ここはもう福島県よ。厳密には泉駅はいわき市内に入っているの。そもそもいわき市ってどのくらいの大きさなのだ。いわき市は平成15年まで日本で一番大きい市で、福島県の右下にある赤い部分がいわき市なのよ。いわき FC のエンブレムと一緒なのだ。ちなみに地形をエンブレムにしているのは J クラブの中でいわき FC だけなのよ。話を戻すけど、いわき市の大きさは大分に例えると大分市が2つ分すっぽり収まるぐらいの大きさなの。だからいわき市だけでも十分に観光できる場所なのよ。じゃあ今回の遠征テーマはいわき市内の観光なのだ。でもまだ10時なのだ。どこに行くのだ。今回は少し早いけど昼食にするわよ。食べるのはいいけど土地勘がないのだ。まずは泉駅南口から出ているバスでイオンモールに行くわよ。でもイオンは味気がないのだ。いわきららミューに行って常磐ものってのを食べるわよ。常磐もの。いわきで水揚げされたお魚のことを指すわ。もちろんウニや貝なども常磐もののことを指すわ。問題は味なのだ。僕の胃袋を満足させられるのかが大事なのだ。そんなにせかさなくても漁師さんが取ってきたお魚さんは逃げないわよ。ってことでイオンのバス停に着いたのだ。駅からだと20分で着いたのだ。土曜日もあって海音に行く道が少し渋滞気味だったわね。ここからさらに歩いていわきららミューに行くわよ。やっぱり海に近いだけあって磯の香りがするのだ。ガラス張りの大きな建物があるのだ。あれはアクアマリン福島といって2000年に営業を開始した水族館なの。じゃあここにも行くのだ。私たちから見て水族館の左側がいわきららミューなの。外は蒸し暑いから早く中に入るのだ。1階は市場もあるのだ。ここで動画を撮ったのは11時前だから人は少なかったけど、12時過ぎにはたくさんの観光客が見たり海産物を買っていったわよ。それではここのお店に入って殿上ランチをいただくわよ。ここではいわき市の北にある久の浜港から直送された地魚が食べられるのだ。メヒカリとアジのフライが常磐ものね。そして海鮮丼も切り身が大きくて彩りも最高なのだ。海鮮丼は切り身の一つ一つの味がしっかりしているから醤油をかけなくても美味しく食べれるのだ。しかもメカブの粘りがいい仕事をしていて海鮮丼を上手にまとめているのだ。そして常磐もののメヒカリは噛んだ瞬間にメヒカリからの脂がじゅわっと出てくるのだ。アジのフライも油に負けず身の味がしっかりしているわね。美味しかったのだ。確かに常磐ものとしていわきの海産物がブランド化しているのはうなずけるのだ。でも同じ海なのだ。美味しい魚だけだと他の地域との差別化も気になるのだ。特に福島沖は南の黒潮と北の親潮の寒暖差に揉まれてプランクトンが生息しやすい環境なのよ。要はお魚さんたちにとって福島沖はプランクトンというごちそうがいっぱいいるのだ。ごちそうがあれば自然と魚介類も集まるし脂の乗ったお魚が取れるのよ。もちろん季節によって黒潮と親潮の勢力が変わってくるけど、旬の魚や九州では見かけない魚が取れたりするから楽しみでもあるわね。2階にも見るものがあるから行ってみるのだ。2階には東日本大震災展があって実際の避難所の様子なども展示されているわ。ここも津波の被害に遭ったのだ。ここの1階は震災で浸水して2階で一夜を過ごした人もいたのよ。ってことはここ一帯も津波の被害を受けたのだ。もちろんアクアマリン福島も津波の被害を受けているわ。展示には地震の仕組みや震災後の日本各地の自治体からの災害派遣、実際の避難所の様子があるわよ。2011年の震災から年月が経って疫病という暗い時期もあったけど、みんなの手助けがあって前に進んでいるのよ。いわきららミューの2階事務所でレンタルサイクルが使用できるのだ。
業時間は16時まででクロスバイクのレンタル料金は1100円だったわよ。それで借りたはいいけど、どこに向かうのだ？今回は三崎公園まで行って小名浜の街並みや潮見台といって太平洋を一望できる展望台に行ってくるわよ。ここから三崎公園は地図上では2キロ離れてるけど、クロスバイクなら余裕なのだ。全然余裕じゃないのだ。上り坂がきつすぎるのだ。帰りは下り坂だから大丈夫よ。なんでそんなにのんきなのだ。ところであのタワーは何なのだ？あれはいわきマリンタワーよ。蒸し暑いからそこに避難したいのだ。まずは港の見える丘に行って休憩しましょう。涼しいとこに行きたいのだ。でもいい景色なのだ。小名浜の景色が一望できるわね。少し雲が厚かったのだ。だからいわきマリンタワーは見送ったの。後出しの言い訳は良くないのだ。休憩もそこそこにして潮見台に行くわよ。あの奥にある茶色い塔が潮見台なのだ。ここは鉄格子が特徴的で足元にも海が見れる設計になっているわ。近づけば近づくほど波打つ音が大きくなってくるのだ。確かに天気が良ければオーシャンビューなのだ。足元に目を向けると海藻が波の動きに合わせて踊っているのだ。それじゃそろそろ湯本駅に行って温泉にも入りたいし返却しましょうか。そうするのだ。これは一体？ローラーコースターね。どうする？滑るのだ。ローラーコースターに乗るなんて20年ぶりなのだ。グガガガガガガグガガガガガガ。ちなみに全長 74.8 メートルあるのよ。グガガガガガガグガガガガガ。ねえ話聞いてる？グガガガガガガグガガガガガ。グガガガガガグガガガガガ。それじゃ泉駅から湯本駅に向かうのだ。泉駅から湯本駅までは1駅しかなくて3分くらいで着くわよ。ってことで湯本駅に着いたのだ。ホームを歩くと足湯があるのだ。さすが湯本という地名だけあるね。まずは改札から出て。去年は湯本駅から歩いてすぐのみゆきの湯がお休みだったのよね。駅から歩いてすぐだし早速行くのだ。やっぱりいい湯なのだ。温泉の色は少し白く濁ってて卵の匂いがするのだ。実は湯本一帯の温泉は常磐丹田の工程をボーリングして温泉を汲み上げているのよ。ボーリング？要はそこに穴を開けて温泉を出しているのよ。ってことは湯本には石炭が取れたのだ。もともとは昭和の中期まで炭鉱として栄えていて、多くの炭鉱労働者がいわきに暮らしていたの。でも今は炭鉱施設はないのだ。日本で原油の輸入が自由化されて以降、石炭に代わって石油や天然ガスといったエネルギーに変わったのよ。要は石炭がオワコンになってしまったのだ。早い話、そういうことになるわね。それから採掘された石炭はトラックで小名浜港に運ばれていたのよ。ここで小名浜港という言葉が出てきたけど、石炭と海ってつながっていないようでつながっていたのだ。でもなんで港に運ぶのだ？小名浜港から川崎や東京などに船舶輸送されていたのよ。船ならトラック何十台分の石炭を一度に運べるから物流面でも重宝されているのよ。やはり小名浜港は日本の胃袋と経済成長を支えてきたということなのだ。ずんだもんだしからぬいい表現だけど、そういう意味で捉えても良いわね。ちなみにさっきのネコミームで触れてるけど、スパリゾートハワイアンズの運営会社は常磐鉱山で石炭を採掘していたのよ。時代の需要の変化を見極めて、儲からないならスパッと切るのは英断だったのだ。スパだけにね。16時だしそろそろスタジアムに行くのだ。今回は湯本駅から無料のシャトルバスで行くわよ。いわき FC の誕生秘話にも触れるけど、ここでも物流という言葉が入るわ。東日本大震災以降、アンダーアーマーの物流センターを建設する計画を進めてきたの。その計画の際にサッカークラブを立ち上げられないかという話が出てきて生まれたのがいわき FC なの。アンダーアーマーってアメリカのスポーツ用品なのだ。街中でサンダルとカランナーが上着で着ているのを見かけるのだ。厳密には日本でドームという代理店が国内営業をしているんだけどね。いわき FC が発足したばかりの時は午前はサッカーの練習をして、午後はアンダーアーマーの物流施設であるドームいわきベースで働いていたの。し
かも当時は練習場も毎回違っていたから大変だったみたいね。2016年の10月にはドームいわきレースの敷地内に練習場が完成したのよ。今ではいわき FC パークとしてジムやカフェなど一般の人が立ち寄れる場所になっているのだ。ハワイアンズスタジアムに着いたわよ。ハワイアンズスタジアム？ハワイアンズ？君のような勘のいいガキは嫌いだよ。去年の10月から常磐興産がネーミングライツを取得しているのよ。ポンポンポン。フラダンスからサッカーと幅広いのだ。スタジアムに入るのだ。ゴール裏は芝生席だからシートが必須になるのだ。ハワイアンズスタジアムは5048人で収容率は8割を出しているわよ。いわき FC は右肩上がりで成績を伸ばしているからスタジアムも大きくしないといけないのだ。いわき FC は会社としてスタジアム建設に向けて財源確保や立地について議論をしているわ。話として固まるのは来年以降になりそうね。それじゃスタブルも食らうのだ。今回はもつ煮とカニパエリアをいただくわ。てか雨降っててくさ。もつ煮はスタンダードでカニパエリアはしっかり味付けされていて汗をかくこの時期には最適ね。選手たちが来たのだ。大分は前節の甲府にスコアレスドローで終わっているわ。マリノスからレンタルできた吉田選手の飛び出しやボールの受け方がうまかったのだ。守備面でもムン・キョンボン選手がセービングだけではなく安定したビルドアップをしていて最終ラインも助かっていたわね。結果は伴わなかったけど内容についてはポジティブに捉えても良いのだ。一方でいわき FC は横浜 FC に大敗しているわよ。いわきとしてはフィジカルを生かした攻守の切り替えが空転したのだ。他には横浜の選手にパスで裏抜きされていたわね。大分としてはキム・ヒョンウ選手や古川選手吉田選手の飛び出しが勝敗を分けそうなのだ。それじゃ試合終了まで守るのだ。もうダメだ、おしまいだ。崖っぷちだと思っているあなた、諦めようとしてるんじゃないですか。無理だと思ってるんじゃないですか。何言ってんだよ。その崖っぷちが最高のチャンスなんだぜ。自分の全ての力を出し入れるんだから。崖っぷちありがとう、最高だ。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。やったのだ、勝ったのだ。最後のみんなの粘りが勝利を手繰り寄せたわね。キム・ヒョンウ選手のアウトサイドキックはおしゃれだったのだ。安田選手のパスとペレイラ選手のクロス、そして鮎川選手の落としからキム・ヒョンウ選手が決めたわね。試合を見ても大分は後方からパスをつなぐサッカーをしていたのだ。いわきのプレスを見極めながらビルドアップしていたわね。ムン・キョンモン選手は片野坂監督の下で経験があるから安心してキーパーのボールさばきを見られたのだ。守備においても安藤選手が体を張っていたおかげでピンチの芽を取っていたわね。中盤が早めにボールに寄せていれば早い時間でゴールを見れたかもしれないのだ。それじゃそろそろスタジアムを後にしましょう。それじゃスタジアムからいわき駅に行くシャトルバスに乗るのだ。わざわざ湯本駅を経由するんじゃなくてバスで直行するのは賢いわね。しかも全て無料でシャトルバスを出しているのだ。集客を上げるためにシャトルバスで観客数を上げて収益を増やしていくのは良い考え方ね。ということでいわき駅に着いたのだ。実はバス停から降りて10秒でホテルに到着なのよ。
が作詞なのだ。大分が2ヶ月ぶりに勝ったから祝杯でもしましょう。ここにトリニータのシャツがあるのだ。いわき駅からすぐの赤ひょうたんという居酒屋ね。町としてアウェーサポーターを歓迎しているわね。ここは安定のとりあえずビールの呪文を唱えるのだ。ここでも常磐もののメヒカリが食べれるのね。メヒカリの唐揚げで、しかも揚げたてだから美味しすぎるのだ。熱々からの生ビール美味しいわね。キンキンに冷えてやがる。ありがてえ。涙が出る。犯罪的だ。うますぎる。ロードのホテルと部屋の熱気で息苦しい体に1ヶ月ぶりのビール。染み込んできやがる。満足したか？もっと飲むのだ。実は投稿者はお酒に弱いからビール1杯で終了よ。つまらなすぎるのだ。明日はレンタカー借りて運転するから体調管理も含めてここまでね。仕方ないのだ。締めはいわき地鶏の卵かけご飯よ。海産物から卵までいわきで完結しているのだ。しかも卵かけご飯は醤油をかけなくても卵黄の濃さだけで楽しめるのだ。これは素材の良さを物語っているわね。お醤油も2滴3滴で十分すぎるのだ。それじゃ明日も7時起きだから早くホテルに戻りましょう。ということでホテルでチェックアウトしたらレンタカー屋さんに行くわよ。今日は行ってみたかった場所があるのだ。今回行くのはいわき震災伝承未来館という場所よ。いわき駅から13キロ離れているのだ。確かにこれは車が必要なのだ。ということで着いたわよ。いわき駅から目的地までは30分もかからなかったのだ。まず中に入って根が入るのはピアノと黒板なのだ。このピアノと黒板は豊間中学校にあったもので、ピアノは体育館の1階で浸水被害を受けて、黒板は2階の教室で津波に濡れずに残っているわ。でもピアノはピカピカなのだ。ピアノは浸水と波の力で横倒しになっていたの。2011年の5月に体育館の瓦礫撤去のために派遣されてた福岡県の小郡駐屯地の自衛隊員が瓦礫を撤去しつつ体育館の真ん中にピアノを置いていたの。ピアノを真ん中に置くのはおつなことをしたのだ。その存在を知ったいわき市在住の調律師がピアノを修理することで地域住民に希望を与えるのではという思いから修理に至ったの。津波だから塩とか砂が入っていそうなのだ。もちろんピアノ内部には砂が混入して磯の香りを放っていたのよ。ピアノ修理には1万点近い部品を外して洗浄やコーティングを行ったの。1万も部品があるのだ。もはや精密機械なのだ。さらにその部品を使える部品と使えない部品に仕分けて、使えない部品は新しい部品を用いて修理していったの。修理後には奇跡のピアノと呼ばれ、2011年の紅白歌合戦ではふるさとが演奏されたの。ピアノの存在が知れ渡ったことで、国内外のコンサートでこのピアノが演奏されてきたのよ。一人一人の思いがつながって現存されているのは素晴らしいのだ。一方で同じ中学である豊間中学校の2階の教室にある黒板も保存してあるの。これは卒業式の黒板なのだ。しかも日付が3月11日なのだ。ちなみに午前中に卒業式を行っていて、豊間中学校の47人の卒業生は無事だったのよ。みんな無事でよかったのだ。この黒板も解体時に黒板だけを切り取って運んできたのよ。切り取るだけでも大変な作業なのは素人でも伝わるのだ。他にも震災で見つかった遺留品や震災による地殻変動のイラスト、震災と原発との関わりなどの展示物があるわよ。どれも見応え、読み応えがあるのだ。これは現地に足を運んでほしいのだ。そしていわき震災伝承未来館では土曜日と日曜日に語り部があるの。ということは現地の人が当時のことを話してくれるのだ。語り部は1時間あるけど、学校関係者だったこともあって話がとても分かりやすかったわ。この方は久の浜で被災したんだけど、奥さんとの再会秘話は感動なのだ。まずは語り部さんの住んでいた場所の紹介と、被災で何をしていたのかを話していたわ。地震発生時は津波警報のことも知っていたんだけど、海辺のある家の方に行ってしまったのだ。当時は大きな津波が来るわけがないと高をくくっていたと回想しているわ。語り部さんの家の近くに消防車が避難勧告を出していて、その呼びかけに気づかされて高台に避難したの。
津波の危険もあったのに呼びかけをしていた消防隊はすごいのだ。それから地域住民同士で車のある人が近所の人と避難したりコミュニティの結束を感じたわ。そして避難したはいいけど今度は原発の話が出てくるわ。水蒸気爆発やメルトダウンしたのは今でも覚えているのだ。当時は情報が小出しにされていたから避難住民も振り回されていたの。特に物流面で問題があって救援物資を福島に届けようとしてもトラックが福島県に入る手前で立ち止まっていたことがあったのよ。そういった意味で江頭2時50分がいわきの避難所に物資を届けたのはすごいのだ。避難所生活においても福島県内の16万人が県内外に避難して令和6年5月時点で2万5,000人の避難者がいるの。語り部さんも話していたけど移住先でそのまま住むケースがあるのだ。一度起きてしまったら元には戻らないシビアな問題でもあるわ。語り部の最後には処理水を海に流すことについても触れていて断片的な情報を得るのではなく正しい情報を得た上で行動してほしいと語っていたわ。なんだかんだ語り部も入れて2時間もいたのだ。館内自体は学校の教室を少し広めにした感じだけど東京から来た価値もあるし惚れてよかったのだ。今は12時過ぎだしせっかくレンタカーがあるんだから車でしか行けない飲食店に行きたいのだ。今マップを見てるけどラーメンはどう？そういえばご飯物は食べたけど麺はまだ口につけていないのだ。それじゃそこのラーメン屋さんにしましょう。着いたのだ。ここは地鶏白湯専門店である麺鶏さんね。鹿島街道沿いにあってエネオスが目印なのだ。早速注文をして全部のせのトッピングのラーメンとニンニク餃子を頼むのだ。ラーメン湯気が立ち込めていてその中に鶏の濃厚な香りがするわね。全部のせだから鶏チャーシューのカーペットがすごいのだ。鶏白湯スープは濃厚だけどこってりしすぎず万人受けするスープなのだ。それに独特の獣臭さもなくてスープだけでも完成度が高いのだ。麺は太麺なのね。お店では細麺と太麺の2種類があるのだ。今回は太麺にしたけどスープの濃厚さが麺に絡みついていて飽きが来ないのだ。ところでお隣の餃子はどうかしら？餃子もニンニクが効いていてラーメンとの相性も抜群なのだ。餃子を噛めば噛むほどニンニクと中のあんが口の中で混ざってまとまった美味しさなのだ。それじゃいわき駅に戻るのだ。今回の遠征はトリニータが勝ったし美味しいものや温泉震災について多くのことが学べたわね。今回の遠征は上位に入るぐらい実りのある遠征だったのだ。それで次回のアウェーはどこに行くの？次回は